はい、おはようございます。はい、おはようございます。ということで、本日はシカゴに来ておりますね。シカゴ。イリノイ州でございます。はい。さすがにここはね、なんとなくね、わかるし、聞いたこともあるよね。私は初めてでございます。はい。まあね、今回はいろいろ街を見ていただこうということで。はい。はい、というわけで、ご覧ください。どうぞ。シカゴの街に着きました。すごいビルとかがめちゃめちゃでかい。街とかもさ、めちゃくちゃでかくて、ほんまにニューヨークに引けを取らへんって感じよな。そうだね、街自体は本当大きいよね。まあ、やっぱな、人の通りはやっぱ圧倒的にニューヨークの方が多いけど、でも割と人もいるし、街も綺麗かな。割と綺麗にすごい保たれてるよな。まずはフレンチマーケットっていうね、シカゴの中にあるところにちょっと行ってみたいと思います。フレンチマーケットってなってるけど、なんか結構世界各国のお店があるみたいな感じです。美味しそう。コリアンフライドチキン。結構味やね。こっちがスーパーマーケットって感じですかね。ゲットを手に入れた。いろいろまた買っていきましょうか。ね。ということでいろいろ買ってきました。プレイオーブンキッチンっていうところのチキンチカマサラ。これがメキシコのタマルっていうね、なんかちまきみたいな料理があるんですけど、フレスコリシービなんちゃかちょっと読めなかったんですけど、それのポークタマルを買いました。これがフィレンツェっていうお店のカプレーゼサンドイッチを買いました。いろいろバルサミコとエンパナダっていうね、具が入った餃子みたいなのがあるんですけど、リトズエンパナダっていうお店でビーフとライスのエンパナダっていう風にでいろいろ買ってきました。早速食べていきたいと思います。いただきます。うまい。めっちゃカリカリやし、中のビーフがちょうどいい感じ。全然食べたことないからどんなんかわかんないけど。まあ、結構チキンとか食べたことあるんだけど、ビーフとライスじゃなくて初めて食べた。ご飯もいける。これがタマルですね。うわ、めっちゃポコンって切れた。切ってあるのかな？そうでもない。切ってあるんかな？でもなんか今スッて言っただけでポコンって切れた。懐かしい味。懐かしい味。懐かしい。っていうのも私のお店で働いてた子がよくねタマルを作ってくれてたんですけど、元同僚がね。そうその味を思い出す。美味しい。屋台に売ってたら絶対1個買ってしまいそうな感じということで、次はチキンチカマサラで、ご飯のようになんかトッピングしてしまった。キャベツいらんかなと思ってんけど、まあ、一応なんかもらっとこうかな。トマトとキャベツ。でもなんか海外ではこういうのが普通っぽいけど、ご飯の上に乗ってんのな。ご飯味がないものっていうイメージとしてとらわれてる気がするよね。やっぱ一番食べやすいな、チキンチカマサラ。慣れた味だよね、もうだいぶね。日本でもなよく売ってるけど、日本はあんまり俺も日本で食べた記憶は全然ないか分かんないけど、私無印のやつとか結構食べたことある。もうこっちではやっぱりそれ選びやすいよね。
いにスパイス入ってんねんけど、あんま癖ないからめっちゃ食べやすい。うんうんうん。で、これがカプレーゼサンドイッチです。サンドイッチ。生ハム入ってるんよ。うん、そんな感じだよね。生ハム、チーズ。パンうまっ。ね、なんか見た目が美味しそうだったよね、パンがね。めっちゃカリカリしてて美味しい。生ハムとオリーブみたいなのかな、イタリアンっぽいけど、なんかイタリアンであんまりサンドイッチ食べたことないかも。確かに。フレンチという割にフレンチ1個も買わなかったけどね。フレンチ料理って言ったら何思い浮かぶ？全然わかんない。思い浮かばへん。今考えたらな、フランスパンがだからフレンチ料理ってなんかこうちっちゃいなんかプレートに乗ったものがちょこちょこ来るみたいな、日本で言ったらさ、フレンチのこのディナーのコースみたいな、高級なイメージがあるというか、そうだね。フレンチっぽいものって言ったらなんか見つけられへんかったフレンチマーケットやけど世界各国の料理が置いてあるみたいな、そうだね。では最後、めっちゃ立派な箱に入ってた。このバニレっていうところのアンジェリっていうチョコのケーキみたいな、すごい光沢。このつるてんやろ。ムースかな？中はケーキっぽいけどめっちゃ濃厚。今のチョコケーキみたいな。食べるの難しい。すごい濃厚やろ。ねっとりしてて。周りもチョコなんだ。いただきまーす。ほんとムースって感じだね。クリームだよ、ほぼほぼ。スポンジ感はあんまりないもんな。チョコレートムース。これ多分次もうフォーク返す前になくなるんじゃないかな。こうやって撮影してるとね、なかなか喋るのやめなかったら食べれないからね。いやいやもらえないじゃん。撮影中断。やめないと撮影中断できないじゃん。というわけでミレニアムパークに来たわけですけども、結構広くて今ちょうど真ん中にいるのかな。その感じだよ。いや、こっちももう半分ぐらいあるんだよね。そうそう。パーキング止めてここ歩いてきて。ちょっとじゃあ歩いてみますか。ここの象徴であるモニュメント見たかったんですけど、今工事中でちょっと入れないみたいですね。めっちゃ残念。クラウンファウンテンというところに来ました。いやーこの距離でもだいぶ自信ですよこれ。風の吹いてる方向だから。そして向こう側にはマッピングなのか、そこの顔が見えますね。日が照ってる時はこうやってみんな水遊びしたりしてますね。BP ブリッジというところに渡って向こう側のねレイクサイドの方に渡っていきたいと思います。これ BP って何なんやろな。何やと思う？BB や。この辺ゴルフコートとかあるのかな。ゴルフコース。ミニゴルフって。めっちゃちっちゃい。なんかちらほらこう遊べるところのブランコとか、普通に公園プレイガーデンって書いてあるね。子供も遊べそうな感じですね。脳天からなんか吹き出てるよ。一番見たかったミレニアムパークのモニュメント、肝臓モニュメント、丸い光る物体写真撮りたかったけど、そうな、近くで撮りたかったけどな、クローズだったね。ちょっとね残念。もう一つは映画にも使われたトレードセンターのところだけど、道の真ん中に出て写真撮るわけにもいかなくて。そうやねいい感じに撮れるのが道の真ん中しかないけど、道の真ん中に出るわけにいかんしね、うまくねいかなくてちょっと寂しかったなということで今からホテルに向かいたいと思います。はい、着きました。今日はなんとヒルトンの最上階でございましたね。一番高いとこ来ました。ここでめっちゃ綺麗な匂いする。電子レンジもある。
コーヒーメーカー、水とテレビ、そしてエアコンですね。綺麗なんではないでしょうか。匂いもすごい綺麗な匂いする。いつも通りアイロンとランドリーの袋ですね。で、こっちが洗面所はめっちゃ綺麗と、シャワーだけやけどすごい綺麗な感じかな。透明っていうめっちゃアメリカっぽい。なかなかいいんではないでしょうか。今からシカゴといえばピザということで、ピザを食べに行ってみたいと思います。プーさん一押しのつけたピザということで、ピザを食べに行くっていうの初めてやからな、このアメリカ旅で。すごい人が並んでて、クルーズに乗り込むようですね。いいですね、花金は。すごいシカゴのビル高っ。2階の窓際の席に座らせていただきました。何食べる？もちろんやっぱデザート？もちろんピザ。もちろんピザです。もちろんピザ。なんかバタークラッツみたいなのも美味しいみたいなみんなよう書いてたけど、クラストッピングってこと？いやこれなんか下の生地がね。そうだね。それがディープピザだと全部そのバタークラストになってるはず。乾杯。久々のミラーライト。飲みやすいやっぱ。てかなんか久々じゃないこんな飲みに来るの。確かにな。全然行ってなかったよな。まあ車中泊がやっぱね多かったからずっと。もうひたすら頑張って走り回ってたよな。上下行ってた気がするもん。確かに街っていう街にもなあんま来てなかったし。ワシントン以来でね。そうやな、ワシントン以来。デンバーでもちょっと街の中にいたな。デンバー何やったっけ、街の名前なかったっけ。街の名前がデンバー。デンバー。コロラドか。コロラド。いいか来ました。レモンの切り方めっちゃ可愛いねんけど。すごい。うわすごい。すごいなこれ。何その傘みたいな。いただきます。うまい。サクサクだけどちゃんとイカの味がして美味しい。ビールが進むね。シカゴクラシックピザ。いただきました。いただきました。まだいただいてないけど。クラッシュとペッパーをかけます。めっちゃ伸びるやん。なんかクラシックって感じのシンプルな味やけど美味しい美味しい。パイみたい。そう思ってシンプルのクラシックにしました。ナイスです。シンプルだけど本当美味しいね。やっぱこのバタークラストとソースの味っていう感じ。嫌な感じの厚みじゃないよねでも。この辺が多分パリパリだけどチーズなんだよね。そのクラストの厚さがある嫌な感じじゃないね。うまっ。電動チャリに乗ってシカゴの街を颯爽と走っております。すごい人いっぱいなあ、すごいな。ここでワシントン。好きやったな。警察しかいないけど。すごい花火上がってる。バッキンガム噴水に向かってるんですけどね。おそらくメキシコの建国記念日だったか独立記念日だったかのはずです。何かそういうね一大イベントらしくて、それが16か18だからこの今週末にやってんのかな。すごい旗を差した車とかがプー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 最初なんなんかと思ったよ。みんなプッププップ言ってな。そう昼からずっとやってたもんねみんなね。そういえばね。っていうか行けないんじゃないあんな。すごい警察がいっぱいいて噴水までたどり着けるかちょっと分かんないですけども、やばいぞこれは。
わあすごー。大きいな。すごい。怖いけどちょっとな。思ってたより随分綺麗だね、やっぱりね。うん、めっちゃライトアップされてて綺麗。シカゴ1日終えて、まだまだ時間足りへんけどね。ね、もっと行きたいところはいっぱいあったけど、俺たちのこの限られた時間でね、見れるもの少しでも多く見れるっていうところをね目指して、だからちょっとかいつまんでしかお伝えできないかもしれないけど、またゆっくりねちょっとずつ回りたいね。つけ麺ウィズエッグを頼みました。さゆちゃんはなんだっけ、スパイシー味噌ラーメン、ホワイト味噌。ホワイト味噌スパイシー。なんか結構いっぱいあるなね、種類がね。チキンとかベジラーメン。ベジとかホットドッグとかもある。ホットドッグとかかなりいろんなのあるよね。たくさん調味料も用意されてる。何これ、オニカツオニカス見たことないね。おそらくこれでしょうね。多分スパイシーって書いてるので、七味と唐辛子みたいな感じ。揚げ餃子。なんかオーロラソース。あ、オーロラソースか、これ美味しい感じ。ホワイト味噌ラーメン。こっちがつけ麺。すごいね、つけ麺のスープめっちゃ多いよ。スープのボリューム、全部ボリュームすごいよね。すごい。めっちゃスープのドロドロめっちゃ出てきてる。絡んだそぼろ肉みたいなの買ってて。そぶの。そう。珍しいね、なんかね。麺は中太麺で、しっかりスープに絡んでくる感じです。私、ニンニク入れたら早いねんけどさ、びっくり最初からニンニク入ってる。そうこのホワイト味噌ラーメンに合うって書いてある青のりを入れたいと思います。いろいろ巻きちょっとちょうだい。めっちゃ出た。めちゃめちゃ少し高いよね。めっちゃ具だくさんのひき肉ともやしと麺で、スープすぐなくなっちゃうぐらい。こっちももやしとネギとメンマも入ってるよね。